人を含む生き物は水の糞の上で進化した。僕がやっているエコロジカルサイコロジー、生態心理学ではミディアムというのは決定的に重要です。すなわち媒質というのは我々動物に周りを知るってことをですね、動物に与えている、我々が大きく共有している世界観の一つにミディアムって言うんです。どっか一箇所やれるもんじゃなくて、全体として存在する、そういうアイディアがあるんだろうと思います。今回講演のお一人目は生態心理学者の佐々木正人先生です。佐々木先生は日本における生態心理学の第一人者で、アフォーダンスの研究をずっと続けてこられました。身体と環境の関わりを新しい角度から解き明かす研究者です。現在、多摩美術大学美術学部統合デザイン学科客員教授、東京大学名誉教授を務められております。それでは佐々木先生、よろしくお願いいたします。なぜ2人並んでるんだろうと。これ対談するわけじゃないんですけども、僕はWindows しか使ったことなくて Mac 使うっていうので、それでパワポバッチリ作ったんですけども、もうそれで考えると夜眠れなくなってしまいましたそして深澤さんにお願いして、直人深澤デザインの許陽さんに、パワポを動かすで、しかしなんか偶然だと思うんですけども、許さんは多摩美の統合デザイン卒業されて深澤さんのとこ行ったんだけども、彼が3年だったっけ、3年の時に新山さんの本が出て、それでみんなで読んだもんね。それでいつもと同じで僕は読まなかったけど彼らがレジュメバッチリ作ってくれて、これはいい本だというので、その後読みましたというですね、そういう関係でもあります。私はですね、もう簡単に喋ります。好きなことを我慢して聞いてください。タイトルはですね、21世紀デザインサイエンスの流れ。深澤さんがデザインサイエンス財団を設立されました。今日は第1回のプライズを新山さんがアワードを新山さんが受賞された。おめでとうございます。久しぶりです。でこの機会に私なりにデザインサイエンスの背景にある一つの流れ、何の流れか分かりませんけども、それについて考えます。お願いします。ちょっと大きく出ました。19世紀と20世紀をちょっと展望します。19世紀のデザインサイエンスというと、私だけかもしれないけども、チャールズ・ダーウィンを思い浮かべます。で1809年に生まれて1882年に亡くなってますけども、生涯17冊の本を出版しています。でビーフ号航海記とか種の起源とかはメジャーですけども、ここに5番目にフジツボの研究のこと書きましたけども、1万個ぐらいのフジツボの殻の生の殻と化石の殻を持ってたらしい。それでそれを分類するのに8年間かかってるんですよね。それで種の起源書くのが遅くなったと言われてますけども、それでダーウィンの息子がですね、他のうち行って、そのうちの人にですね、そのうちの子供にですね、君の父ちゃんは貝殻の研究してんじゃないのって言ったぐらい、親父というのは貝殻の研究してるもんだと思ったぐらいのことがある。でたくさんのことやってんだけども、彼のテーマ一言で言うと、おそらく生き物と地球だと思います。次お願いします。22歳でケンブリッジ大進学部出て、植物学と地質学を学んで、海軍測量船のビーグル号に挑戦しました。無給の博物学者で、ほぼ5年間かけて6万4,000キロの航海で地球を一周しました。で航海機の出港20日目のところに、アフリカ海岸から1600キロ離れた船に微細な塵が降る、
量が尋常ではない。甲板は泥だらけで乗務員の目に障害が起こるって言ってます。イギリスからアフリカに行く途中の海で、ものすごい塵が降ってきて、船が塵に覆われたって話なんですけども、その塵をドイツに送って分析してもらったら、ほとんどが原生動物の殻と植物組織片だったということを書いています。出港20日目の日記です。どこの大気にも生物のかけらが充満しているということに気づいて、おそらくダーウィンは初めて地球っていう体験をしたと思います。地球規模というべきでしょうか。次お願いします。でビグロが帰った翌年ですね、質問が来ました。10年前に地面に石灰を厚く撒いたが、その跡がない、どうしたんだろうという質問です。ほっとけばいいと思うんだけども、そういう人じゃないんですよね。で、そこ行って地面を掘ってみたら、地下7センチのところに白い石灰の層があった。すなわち、地表にあった石灰が7センチ沈んでいた、沈降していたというわけです。で、地面と石灰層の間は黒土、いわゆるベジタブルモールド、肥沃土だったと。で、ロンドン地質学協会でやめればいいのに、肥沃土の形成についてという発表したそうです。したと書いています。地面に厚く撒いた焼き冷媒や消し炭が数年後には地下数センチのところに層をなす。地表のものが沈降するのは、その上にミミズが多量の糞を排泄するからだろうと書いた。で、評判悪かった。何言ってんだと。低地の湿地以外の耕作地、森林、高地の牧草地ではミミズは糞はしないだろうと。そういうふうな不評を買って、さっきのところ戻っていただけますか。もう一つ。一番最後の本、亡くなる前の年、一番最後の本として出版したのがミミズと土という本です。今日はミミズと土の話をします。次お願いします。ミミズは5回アヒルと同じ関係動物で、体が100から200の感情大切からなる。気持ち悪いけど我慢してください。筋肉が猛烈に発達してるんだそうです。発疹と抗体ができる。尻尾を使ってトンネルへ素早く潜り込むのが左の図です。それから夜行性で昼間はですね、見たことないけども、こんなふうに右側の写真にあるようにトンネル口のそばに潜んでいるそうです。ダーウィンはミミズの感覚を調べています。視覚、目がないが光を当てるとすぐにトンネルに潜り込む。光に反応するのは頭の先端の神経節だろう。聴覚、ピアノのそばのテーブルにミミズポットを置いて鍵盤を一つ叩いてみる。空気振動には反応しない。すなわち、ピアノから離れたところにいるミミズはピアノの音には反応しない。しかしポットをピアノの上に置いて鍵盤を叩くとすぐに穴に潜り込む。物の振動には敏感で、息を引っ掛けるとすぐトンネルに逃げ込む。すなわち直角っていうか、体に直接伝わるような振動には応答すると。それから好みがあってキャベツ大好きで、キャベツを一旦与えると周りを探してまた欲しいっていうですね、そういうミミズを飼ってたことも分かりますけども、でどんな問題は消化器なので、どんな構造になっているかっていうと、上から口があって喉があって食道があって、食道の下に石灰腺というのがあります。で、また食道があってその左脳というのがあって、腸のにつながりますけども、雑食性でものすごい大量の土を飲み込んでいると。硬いもの以外は新鮮な葉っぱ、腐りかけの葉っぱ、肉のかけら、何でも食べる。飲み込んだものは砂粒の詰まった左脳で砕く。左脳がですね、ものすごい筋力があって、小石とかビーズとかそういうかけら類はここですごく小さく粉々にするそうです。それからさっき言いましたが、食道の石灰腺からは葉を食べると体に蓄積する石灰を排出する。石灰腺で石灰が混じると土は耕作に適する弱酸性になるっていうので、20世紀になってからいわゆる有機農法でミミズが、再評価されるっていうところはこの辺から始まります。で、地面に積み上がる大きな糞の塊がミミズが大量に食べて含まれる有機物で生きていることを示していると。
でこれ噴火見たことないんですけども、石灰質を含む黒土の塊で、ダーウィンは測定して回ってるんですけども、普通約6.5センチ、最大9センチ、直径が2.5センチ。塔の中央に通路があって、ミミズはそこを登って塔の上から糞を外へ排出すると。でダーウィンの記述です。糞は無頓着に出されない。注意を払いながら、初めはある方向に、次は他の方向へ出される。尻尾は左官のコテのようだ。ちょっと見てください。Anal orifice as casts that provide nutrients for the soil. These casts are visible on the もう soil 一遍見せてい surface, ただいていいでしょう especially か。 after it もう rains. 一遍戻って最初から見せていただいていいでしょうか。その出すところをちょっと映像を。 Anal これ orifice この as 出し方をちょっ casts とね。 that provide nutrients for the soil. These casts are はい、あ visible りがとう on ご the ざいまし soil. た。これ噴火作ってるこのまさに盛んのように作ってるというそういう映像です。でダーウィンは地表にある黒土の厚さ、基本的にこれ水と土から紹介しています。測ってます。で普通の牧草地ではですね、21年間かかって、毎年測ってるんだけども、21年後だと地表から4インチが黒土だったっていうので、年平均、5ミリ。それから痩せた牧草地だと7年間で 1.5 インチで年平均 5.3 ミリ。自分家のすぐそば、ケント州ダーウィンの住居のそばだと29年間で7インチで年平均で 5.6 ミリという、大体ケント州のダーウィンが住んでいたあたりだと何ミリだっけ、5ミリかある、これは定説っていうか、そういうことらしいです。次お願いします。で大きな石、大きさはそこに書いてある通りですけれども、相当大きい石ですけれども、その石がどんなふうになっていくかっていうのを35年間通ってですね記録してるんです。そういう人なんです、この人は。それでまず初めは石の影が好きなんで、ミミズが石の下の隙間がすぐに踏んで埋まって、そこからだんだん周囲の地面が盛り上がった。ダーウィンのうち行ったことあるんだけども、ミミズ石っていうのを庭に置いてあって、そういう観察をしてたみたいですけども、この石の場合には35年間で約 3.81 センチ、1年間で 1.1 ミリ沈んだってことでもって、このまま沈めば247年で見えなくなるだろうっていうふうに言ってるわけです。で1500年前のローマ時代の廃墟、ロンドン近郊で行って調査したんですけども、左側の図にありますような廃墟で、被浴土が上にあって、それから石が詰まったような黒土もあったりとか、こういうふうにいろいろ地面の中は分かれていたけども、その真ん中に穴を掘って見てみたところ、見てみました。で調査した日には左図のそうだよ、右側だよね、右側の図の G と H のところは硬い床だから、こういうところからミミズが地表へ土を持ち上げるなんてことはありえないと思って、おそらくここにある黒土はミミズの糞じゃなくて高い畑から流れてきたんじゃないかなと思ったんだけども、次の日に行ってみたら、コンクリートに柔らかい部分とモザイク片の隙間 GH の隙間から土の塊7個が出ていたと、右の穴の上に持ち上げられていたと。さらに3日目に行ってみると、さらに25個のミミズの穴が見つかったと。そこで土の塊を持ち上げると44匹のミミズが慌てて引っ込んだと。ほとんどのミミズは地表150センチ以下の深いところにいたと。こういうことばっかし書いてある本なんです。それで古代建築、ヨーロッパでは重要ですよね。そういうところの下の土地でもですね、水の活動があるってことを確認した。どうぞ。でこれは現在の研究で、一応ダーウィンの本だけ紹介すると変なやつの研究だったんじゃないかって言われると困るので、現在の研究の私が調べたものですけれども、ダーウィンの計量では牧草地では1ヘクタール1年間の黒土被浴土のミミズの糞の量は19トンから40トンだったんだけども、ヨーロッパでは平均すると、細かく読みませんけども27トン。
アジアだと平均同じく1ヘクタール1年間で169トン、1000台なんて多いですよ。それからアフリカだと145トン、カメルーンとか多いですね。それからアメリカ農務省が20世紀初め、有機農法盛んになる頃に、出発の頃に、やった研究では、1年間1エーカー 0.4 ヘクタールあたり約50トン黒土、ミミズがかき混ぜる量は1エーカーで1000トンだという報告をしています。アフリカ、アジア、ヨーロッパの順に多くて、草地や森林より牧草地やゴルフコースにおいてお願いします。で、個体数と重さはですね、牧草地でだいたい852匹、150グラム、果樹園で平均1250匹、日本の森林で平均54匹、どうぞ。で、日本土壌動物学会というのがありまして、これも学会誌があることを発見して、1967年から全部読みました。結構暇なんですね。会員310名の会で、土壌動物の定義はそこにある通りです。土壌中に生息し、土壌の生成や変革に関与する動物、土壌中で活動し、植物自体を分解したり、土壌を攪拌したりする動物。で、大型、中型で、ミミズは中型に入っていて、ちょっと関連する研究っていうのは、土中のミミズの重量と土の暖流化速度が関連している。暖流化っていうのは、塊の粒になるということです。ミミズが多いと土壌有機物の分解生成物が結びついて暖流化が進む。暖流化で土に隙間が多くなり、通気性や排水性が向上するという研究がありました。2017年。北大研究林の研究では、研究林の一部でミミズを除去して、土壌性質を5年間調査していました、北大で。ミミズの除去では暖流率が減少する。こういうのが問題になっている土壌動物学会では。から沖縄では新種のミミズが発見されているというのがあります。どうぞ。これぐらいしか面白いことはなかったね。で、ミミズは何してるか、まとめますと、土の秩序を作る。ここから重要です。自然に任せておくと雨風の侵食で土は無秩序化する。ミミズの体からは粘液が分泌し、それが土に混ざると土の粒子同士が接着して段階になる。そこにミミズの石灰泉から出る炭酸カルシウム結晶が混ざると土はより壊れにくく崩れにくくなる。さらにミミズは穴を歯で塞ぐ。外気によるトンネルの乾燥と風化を抑えている。水が移動して糞をすることで適度に水が浸透し、空気に満ちた黒土が地表に厚く広がる。すなわち、ミミズは土の無秩序化を押しとどめ、あるいは逆行させて土の秩序を作っている。ミミズは糞を積み、土をかき混ぜることで、地表の変化と安定を絶え間なく作り出している。これが一つ、秩序を作っている。我々が知っている土の感じっていうのはミミズの制作物だってことです。それからミミズ側から言うと、黒土はミミズの体内水分を保つ。淡水動物は体内水分を排出して塩分減少を抑えるために大量の薄い尿をするそうです。海生動物は塩分流入と水の流出を抑えるために少量の濃い尿をするそうです。これらの動物は体内水分と塩分濃度保持のために腎臓を持つ。我々も腎臓を持って生きています。もちろんミミズには腎臓ないんですね。で、ミミズは体内の水分に血圧と筋肉の圧を加えて、外からの水の浸透を抑える。黒土の水浸透力は弱いんで、その中にいれば水はあまり体内に入ってこない。黒土は水の体内水分を一定に保つ体外腎臓のようなですね、そういうものだっていうわけです。体外に腎臓のような機能を作っているということをミミズからは分かるんだけども、じゃあダーウィンは何を発見したのか。ミーディアムっていうですね、メディアの単数形ですけども、中間にあるものとかラテン語起源だそうですけれども、言葉があります。岩波生物学辞典ではですね、
生物系の外周を包囲し、その表面と関節と接触を保ち、その系の生活の場となる物質のことをミディアムという。陸生生物では一般に空気が媒質で、地中生物では土壌や砂泥が媒質だと。はい。僕がやっているエコロジカルサイコロジー、生態心理学では、ミディアムというのは決定的に重要です。で、生態心理学では、環境は3つの性質からなっていると考えます。一つはサブスタンス、物質です。で、物質は多種のものの混合物で、あるいは結晶のような均質なものです。硬くて動物が中に入ることが困難で、光や匂いを伝えない、そういう存在です。硬い存在です。で、ミディアムというのは端的に水と空気です。ほぼ無色無臭で均質です。水は水生動物の媒質で、空気は陸生動物の媒質です。水中と空気中は抵抗なく移動できる。光により証明されるとどの点にも保移行ができる。すなわち視覚を与えている。機械的事象から振動を伝える。すなわち聴覚を与えている。揮発性溶解性の科学的拡散を急速に生じさせる。すなわち嗅覚を与えている。すなわち媒質というのは我々動物に移動することと視覚と聴覚と嗅覚を与えて、媒質中にある変化、それが知覚の情報なんですけど、それによって周りを知るってことをですね、動物に与えているっていう、与えているっていうのはアフォーダンスってことですけどもね、そういうことになるわけですけども、物質と媒質の間のことをサーフェスと言います。隣り合っているところ、物質が空気に露出しているところで、地球の大部分は地面と海面で、地面は非常に多様な種類の面キメがある。どの面も特徴的なキメを持っています。次お願いします。一つの結論ですけれども、ミミズは自らの媒質を作った。ダーウィンの本を読んで、1年ぐらい考えて思いついた私のフレーズですから、ここはダーウィンじゃないですよ。アメリカでは5億年前、イギリスで4億年前、ミミズの化石が発見されました。ミミズは4億年前に自ら陸へ上がった。これは定説です。4億年前から岩石だらけの地球の地表をミミズは食べて、糞を地表に積み上げてきた。地表の一部は徐々に黒土、ヒヨクゾの層になった。この自ら作った媒質の中でミミズは生き延びた。隙間がなく、保水力が小さく、温度変化の大きい住みにくい荒れ地に水を移植すると10年ぐらい経っていれば、荒れた土地は穏やかな黒土に変わることが知られる。水がいれば荒れ地も黒土に変わるということです。次お願いします。地面というのはですね、生態心理学者のギブソンはこう言っています。地面を作る単位は地球のすべての表面に繰り返して現れる。砂粒や小石や岩はどこでも同じ大きさになる。地面の草むらや藪は地球のどこでも似ている。自然が作る単位、地面は測量的にではなく確率的に整っている。我々よく知ってますけども、地面ってそういうものなんですけども、これはギブソンが第二次世界大戦から帰った後にやった実験、それで南カリフォルニアの写真がありますけども、トウモロコシ畑刈り取った後を借りて棒を横に並べました。で A のように十数本の棒を並べて真ん中に棒を置いて、この棒は他の棒のどれと同じかって聞くんです。A は大体分かりますよね。13メートル先。徒歩3分の写真が B で、200メートル先。それから徒歩10分の720メートル先、写真に写ってないんですけどね。現場だとですね、これがね、かなり正解する。すなわち、同じテクスチャーがあるところに、遠くにあるものの高さっていうのはですね、地面のキメの勾配がありますから、その辺に乗っかればどれぐらいの勾配を遮っているかってことでも高さが分かるっていう、そういう
1950年の本にある研究ですけれども、キメのある地面の上ならば遠くにあるものの高さはかなり正確に見える。だからビジュアルパーセプション、視覚っていうのは地面の上にあるものを見ているということだと思います。次お願いします。ここまでまとめます。ダーウィンは地表の黒土がミミズの土であることを確認した。ミミズは土に含まれる有機物を食べて大量の粉塊を地表に積んだ。粉塊が土に保水力を与えることでミミズはその中で生存できた。ダーウィンの発見は土はミミズの媒質であるということだと私は思いました。ミミズは自ら媒質を作った。その活動が地球の表面を大きく変えた。ミミズの作った地面は多くの生物に多様なアフォーダンスを与えた。植物は黒土に根を張り、動物は地面を移動に利用した。鳥やパイロットは地面のキメのフロー、左側に図がありますけれども、オプティカルフローっていうんですけども、空を飛ぶ鳥は、フローが現れてくる点がこれから向かう方向で、消失していく点が今来た方向っていうのを確かめつつ、フローで方向と速度を制御しているっていうわけです。で、これ昨日散歩してて思いついて書いちゃった一文ですけども、人を含む生き物は水の糞の上で進化した。本当ですよ。でもこれね、やっぱそう思ったらね、ちょっと普通に土の上歩けないですね。僕はだいぶ前からダーウィン読んだ時から、雨の次の日に土の上で水結構いますよね。雨の次の日って。大概僕は見つけると戻してやってましたね。林の中に。最近はちょっと大田区なのでそういうとこないんですけども、戻してください。すいません、ちょっと興奮しまして。僕はこの媒質としての土の発見、これ昨日も本確認しましたけども、媒質って言葉を使ってるわけじゃないから、ちょっと言い過ぎなんだけども、間違いなくそういうことを言ってます。で、この発見はデザインサイエンスの発見としては相当大きいんじゃないかと思って、こんな顔してますけども、次いきます。これ19世紀で、ダーウィンはもう終わります、これね。デザインサイエンス、テーマはですね、建築と身体です。はい。もう一つの形の作り方、普通形は硬い部材を付着して作りますけども、付着せずに伸縮材で囲むことでも形ができます。皆さんよく知っているテンセグリティの話です。こういうやつ。後で触ってください。右上の図は2つの部材4つの伸縮材で囲む構造です。下の図は5本の棒を1本の伸縮材で囲む構造です。形は外から中心へ向かう力と、それにこうして中心から外へ向かう力の釣り合いで決まります。形は伸縮材の引っ張り力と、内にある部材の圧縮に抵抗する力、圧縮力の釣り合いで決まる。張力による統合、テンショナルインテグリティテンセグリティを皆さんご存知のように流行語になってますけれども、これバックミンスター・フラーですね。デザインサイエンス最初に言った人ですけども、一つのつながりの張力ネットワークに複数の部材を埋め込み、全体の形を保つ設計で、モントリオール万博のアメリカ館などがあります。ここに笑ってるバックミンスター・フラーがいてちょっと気持ち悪いですけども、次いきます。もうネットで見るとテンセグリティ山ほど、それからうちの近辺の歩いてると肩もみ屋さんが多いんですけども、テンセグリティって書いてるところがあったりして、そこまで来てるかということですけども、そういう状況になっております。次お願いします。テンセグリティの特徴っていうのは、三角形を癖にする全方向に安定なシステム、構造は安定で力を加えないと形は元に回復する。たるみなく張ることで変化に即応する部分への力が出る。これこの木はどこもつながってないんですよね。こういう構造です。ちょっと次のビデオを見てください。
なんだこれは、偏見に対して強い、先言ってください。ビデオの先言ってください。このままちょっと流しましょう。これ止まっちゃったの。いいか。はい。こういうので月面探査やろうとした時期があったみたいです。次お願いします。展開があって、イングバーさんっていう人なんですけども、医学系の研究者がバックミンスター・フラーのこのテンセグリティに見入られて、細胞についてもいろいろ研究を始めて、細胞質の細胞骨格、微小管、アクチンフィラメントなどではタンパク質の3次元網目構造が立体を支えていることを発見した。それからいろいろ論文があって、右側の図の右から左側の配列、細胞配列にテンションを加えると右の奥にあとなるんですけども、力が加わると細胞の配列や中の核の形や下にある足場組織のレイアウトが変化するっていう研究があります。それから細胞外の組織に面で接着しているのじゃなくて、細胞骨格がテントのように点でつなぎ止められている。したがって細胞の形は置かれたところに応じて変わる。硬いところでは平らに、この下の左側の図ですね、それから柔らかいところでは足場を持ち上げて丸くなるっていうのが、これがモデルの写真と実際の細胞を使った図で、書いてありますけども、こういう研究がすごく盛んに行われました。はい、それからもう少し拡張して全身のテンセキュリティネットワークについての研究もあって、動物の身体、柔らかい皮膚や繊維といった組織全体を張力が巡り、静水圧や骨格などの圧縮に抵抗する力と釣り合う張りを持つことで立体的な配列が保たれている。で、この手の研究ですけれども、指の心筋、左側の図の赤いとこですと、背側の骨格筋、右の図の赤いとこですの張力っていうのは、指関節腱のネットワーク全体の変形の構造をスイッチにしてしまう。これ要するに筋腱、の骨についている全体のですね、変形の仕方、ある変形状態になるとそこをスイッチにしてこう手が動くとかですね、そういう研究があるようです。で、神経によって手が指令されて動くんだっていう話じゃなくて、そういう筋腱テンセグリティも、もう骨も含めた手全体のテンセグリティ構造の持つ論理性が動きのスイッチになってるっていう、右側のように体全体もそうじゃないかって話があります。ダイナミックタッチの研究っていうのが8月に亡くなっちゃったんですけど、マイケル・ターベイっていう人がですね、ダイナミックタッチの研究っていうのを始めて、一つは左側にありますように棒の長さを振ってその棒を見ないでのですね、慣性モーメントと大体、関係した値でですね、棒の長さを識別できると。それからこういう棒の先端に形のあるものをつけてこう振って、今こう振ってるものが、ここの右側の下の図にあるようにどれと同じかってことを聞くと、上まで充実している形と上に向かって減っていっているような形の識別は図見ていただければ、左側の列の上から3つとそれ以外の列の値が違いますよね。それは識別できているらしいということが分かっています。
長さは完成モーメントで、この形は完成テンソル3次元のモーメントの座標ごとのモーメントで、できる数値で分かるんじゃないか。でいずれにしてもそれは動かしにくさのことで質量のことなんですけども、全身テンセグリティシステムは動かしにくさという情報の倍数なんじゃないか。で野中さんは非常にこの今日話しているミディアムについて主として取り上げた具体の知能っていう新山さんと同じシリーズに一冊書かれていて、筋骨格系は骨格と骨格筋それらを結ぶ腱や靭帯だけでなく、筋繊維同士や筋肉同士あらゆるスケールの要素を束ねる筋膜などが至るところにある。全身は張力が連続的に巡る階層的な転積システムであるって書いています。で全身の感覚、僕ら常に今も持ってますけども、この全身の感覚っていうのは感性楕円体ではないか、すなわち動かすたびに現れるそういう動かしにくさっていうものがつながったそういうものとして全身っていうものを知ってるんじゃないかということを言われています。もう終わるんですけども、20世紀のデザインサイエンスはテンセグリティから始まって大流行から始まって建築から身体へと研究の方が入ってきて、身体の研究っていうのもものすごく進んでいると思います。論文が山ほど出てます。次お願いします。19世紀と20世紀のデザインサイエンスの成果を媒質をキーワードに振り返っていました。ダーウィンのミミズと土は土がミミズの媒質であって、その媒質が我々に与えたことの大きさを示唆していました。生態心理学は媒質を中心にしてそれまでの伝統的な視覚論にとは全く違う方位向に基づく視覚論を作り上げました。でこの2つの世紀を見てみると、細胞身体建築土っていうですね、土地面環境ってそういう我々が知っているスケール全体をですね、ミディアムっていうですね、そういうもんなんだと、どっか一箇所やれるもんじゃなくて、新山さんのロボットみたいに全体として、存在するそういうものだっていうですね、ミディアムっていうですね、そういうものでつなげたと思うんです。ダーウィンの活躍や20世紀の認知科学や、医学にまで及ぶこういう動向っていうのは見逃せないんですけども、デザインサイエンスであることを皆さんはおそらくお気づきになる。デザインサイエンスはまさにこういうグラウンドの上で展開している。先ほど深澤さんの話を聞いてもそう思いました。我々が大きく共有している世界観の一つにミディアムっていうですね、そういうアイディアがあるんだろうと思います。もう21世紀ですから、ここまではもうすでに終わっているので、ここから一体何が起こるのかですね、デザインサイエンスファンデーションに集う我々はですね、注目していくだろうというふうに思います。以上です。終わります。